このままかよ。アブドゥル、お前どうするつもりだおい。バカったれが。今さら元を殺しても遅い。物の落ちた場所は分かっている。冗談じゃねえ。動かず騒がず死ぬまで止まってろってか。やれやれだぜ。いい加減にしっか、この単細胞め。何をてめえ。何かの罪にか。物の落ちた場所がバレてる。やべえ。また水を取り込んだ。このままじゃやられる。いたな。誰かわからんが、まずは一人目。足音。4歩5歩、抜き足差し足で歩いているな。聞こえる聞こえる。歩いたように聞こえたろう、水のスタンドめ。さあ、移動した位置を襲ってこい。我が炎で焼き尽くしてやる。来た。待てよ、こいつなぜ5歩だけ歩いたのか。なぜそれから動かないのか。何。何者だ。なかなか小細工を考えるじゃないか。これからはもっと注意深く音を聞かねば。このやけど、今のはアブドゥルだな。倒したぞ。強い。アブドゥル。
これは音がさっき取り込んだ奴らの飲み水のおかげでかなりパワーアップできたからな。車ごと地中に引きずり込んでやる。ジョースターさん、それなら長太郎、歌教員たちを頼むぞ。何？おい長太郎、待て。今度は間違いなく走る者がいる。歩幅の感覚からすると身長190、195か。ジョセフ・ジョースターも195だ。待てよ、走り方が若い。この走り方、一人だけ逃げ出そうという走り方ではない。一歩一歩に勇気と自信を感じる足音だ。長太郎だな。水が引いていく。長太郎、勇気と自信か。なるほどな。一番手強いスタンドは丈太郎のスタープラチナだと聞く。こいつを始末すればディオ様もさぞかし喜んでくださるだろう。いいだろう丈太郎、全身全霊を捧げて倒してくれ。ああ、何をしてる。立ち止まるな、走り。丈太郎のやつ、立ち止まる前に砂の上から何か拾ったぞ。なんだ。あの位置にあったものは何だったか。いや、物ではない。犬だ。丈太郎、犬を感づいたか。やれやれ、貴様、車が攻撃される前に外へ脱出したな。匂いで分かったか。敵がどこから来るのかをよ。さてと、協力してもらうぜ、イギ。どこから襲ってくる教えないギ。ガムはやらねえから、てめえも死ぬぜ。飛んだ。逃がすか。バカな。ジャンプした後足音が消えたぞ。なぜ着地しない。どこだ、どこにいる。重てえだろうな。自分だけ逃げようなんて思うなよ。振り落とそうとしたら首をへし折るぜ。アブドゥルは大丈夫か。ああ、傷は浅い。急所も外れている。大丈夫だ。丈太郎はこいつはいい。丈太郎め、空から犬に敵を見つけさせる気だ。敵の本体さえ見つかれば、あの恐るべきスタンドも倒せる可能性大だ。いや、ジョースターさん、俺は心配だ。だんだん高度が落ちてきてるぜ。あのザ・プール、あまり長距離飛行はできないらしい。
紙飛行機のように待ってるだけか。仕方ねこれで相当前進したがかなり不利になったぜ。なるほど、あの犬のスタンド、中央も参るのか。しかも向かってきているこの俺の方向へ。丈太郎、近づく前に奴を倒さねば。水が丈太郎を追い始めた。さっきの蹴りで気づかれたんだ。もはやこの戦いは丈太郎に任せるしかない。追ってきた。奴はヘリを墜落させているが、フールは音を出しているわけじゃねえから、こちらの正確な位置まではわからねえだろうぜ。見つけたぞ。本体までの距離約 1.2 キロ。どうやら敵は目の不自由な男らしい。砂だ。砂が降ってくる。奴め、空中に砂を巻き上げて。まずい、その反射音も。潜水艦のソナー音のように聞こえるぞ。丈太郎、位置も高さも分かった。さあプラチナがいかに素早くて襲ってくる方向が分からなければ一瞬私の方が早い。一撃。このクソ犬。あの犬、自分だけ助かろうと丈太郎を見捨てようというのか。野郎。なんとせこい犬を仲間にしたものよの。それではありがたくお目を刺させた。ほら！なんだ、何かこっちに投げた。イギーだぜ。ほれほれ、お互いスタンドを出して防御しないとぶつかるぜ。なんてやつだ、丈太郎め。あとほんの一撃で仕留められたというのに。ほっ！しまった。
犬にかばっていたせいで丈太郎の位置が確認できなかった。丈太郎を見失った。どこだどこだ。どこにいる。動いていない。どこかにじっとしている。奴の作戦か。どこだ丈太郎。そうか、そこまで近づいていたとは。もしこのスタンドで周囲をガードしていなかったら、すでに背後から倒されていたということか。もはやこの杖で音を探知する必要はなくなったようだ。だがこの杖は帰る時に必要だ。海の中でも取らなかった帽子を吹っ飛ばしやがって。だが安心した。致命傷じゃねえ。貴様バカな、なんてことを。丈太郎、お前はこの私にこれから出会うスタンド使いたちのことを話させようと考えていたろう。喋るわけにはいかんよ。あの方に少しでも不利になることはな。ディオ、てめえらなんだってそこまで。丈太郎、俺は死ぬことなんかこれっぽっちも怖くはない。スタンド能力のせいで子供の頃から死ぬ恐怖なんて全くなかったよ。目が見えないことも苦にはならなかった。どんな奴にだって勝てたし、殺人も平気だった。そんな俺が初めてこの人にだけは殺されたくないと心の底から願う気持ちになった。その人はあまりにも強く深く大きく美しい。そしてこの俺の価値をこの世で初めて認めてくれた。この人に出会うのを俺はずっと待っていたのだ。死ぬのは怖くない。しかしあの人に見捨てられ殺されるのだけは嫌だ。悪には悪の救世主が必要なんだよ。一つだけ教えてやろう。俺の名はウンドール。スタンドはタロットカードの起源、エジプト共栄神の一つ、
ゲブの神、大地の神を意味する。エジプト救衛士？なんだそれは。教えるのは自分のスタンドだけだ。それが俺を倒した丈太郎。お前へのせめてもの礼儀。お前はどんな顔をしているのか、初めて見たくなった男だ。幸運を祈るよ。誇り高い野郎だった。もっと早く知り合っていれば、おめえがディオと会うより早くよ、仲間になれたかもしれねえのにな。せめて杖と一緒に眠りな、ンドゥール。それにしても人を狂信的に操るディオ、一体どんな男なんだ。おいおい、構えるな。さっきのことは気にしちゃいねえよ。おめえの立場で考えりゃ、人間の勝手で無理やり戦いに巻き込まれてさぞ迷惑だったろうよ。俺ガムでも食いな。可愛くねえ犬だぜ。勝手にしな。こいつはたまげた。いいとこあるじゃねえか、お前。ありがとうよ。ガムだ。このクソ犬。丈太郎のやつ無事だぜ。やれやれだぜ。
Thank you.